今回の動画では2025年7月23日から25日に開催されたテクノフロンティア2025の一見ラウンジで行われた特別対談の様子をお届けします。この電子部品の未来を語る対談では、私一見が業界の第一線で活躍するメーカー担当者と1対1で向き合い、各社の強みであったり製品の特徴を深掘りします。今回のテーマは電解コンデンサーです。電解コンデンサーは電動化、再エネ、サーバー用電源などパワーエレクトロニクスを支えるキーパーツです。各社の最新ラインナップ、技術的特徴、注力アプリケーションを余すところなく引き出します。それではどうぞ。一見です。今日皆さんお集まりいただきありがとうございます。昨年に引き続きですね、一見ラウンジでですね、メーカーさんであったりだとか、そういったところに集まっていただいて、お客様にですね、どういった各社特徴があるのか、どういった違いがあるのかっていうのを一気に見ていただこうと、そういった企画になっております。今回はですね、電解コンデンサ編ということで、電解コンデンサ4社お招きしています。日本ケミコンさん、ルビコンさん、AIC テックさん、日コンさんですね、そちらの4社となっております。ではまず1社目はですね、日本ケミコンさんの方からいきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私、日本ケミコンの製品開発部の千財と申します。今日よろしくお願いします。はい。日本ケミコンさんとはですね、これまで何回かお仕事をしていまして、神奈川の研究所にですね、私行ってきまして、そこで実際に手巻きの電解コンデンサーを巻いてきています。実際に巻いてみると、こういう風に作られてるんだっていうのが分かって、非常に面白かったんで、YouTube で動画公開してますんで、皆さんぜひ見てください。まずですね、こちらのスライドから入っていきたいんですけども、簡単にご説明お願いできますか？はい。まず日本ケミコンとはどういう会社かといったところなんですけども、創業がですね、1931年、アルミ電解コンデンサーの開発、製造、販売、そういったところを中心にグローバルに展開している企業となっております。商品ラインナップにつきましては、真ん中の方に写真載ってますけども、非常に小さなものから大きなものまで、様々なものを提供しているというような会社となっております。はい、ありがとうございます。基本的には電解コンデンサーメインでやられてる会社さんっていう認識で OK ですか？そうですね。今日は電解コンデンサーの対談ということなので、あまりここには記載してないんですけども、ちょっと右上の方に見えるんですけども、コイルだったりとか、あと大きな、セラミックコンデンサーだったり、バリスタ、電気二重層キャパシタ、そういったものも、他に生産しております。なるほどなるほど。電解コンデンサー以外にも、コンデンサーの関連の製品をいろいろやられてるということですね。次のスライド、こちらはどうですか？お願いします。はい、アルミ電解コンデンサというふうに言いましても、3つありまして、中に電解器を使うアルミ電解コンデンサのタイプと、導電性高分子タイプのコンデンサ、そしてその2つの、液も導電性も使うハイブリッドというコンデンサがあります。ハイブリッドタイプなんですけども、特性が非常にいいということで、非常に車載とか AI サーバー向けに今売れているところになります。そういったところでこのような形で今宮城県の大崎市にハイブリッドの専用棟の工場を建てましたので、今の生産個数の約2倍になるような月1億個作れるようになりますので、皆さんぜひ購入をお願いします。ちなみにハイブリッドコンデンサー、特性いいっていうふうに言われてましたけど、どういうふうにいいんですかね、これは。そうですね、真ん中くらいに写真あるんですけども、こちらの横軸が温度になっております。で、縦軸が ESR 抵抗ですね。一般的なアルミ電解コンデンサーで低抵抗といっているもの、マイナス40度とか60度のところを見ていただけば分かるんですけども、導電性高分子とかハイブリッドタイプのコンデンサーに比べると非常に抵抗がアルミ電解コンデンサーの方が高くなっているということが分かります。ちなみに新しく工場を建ててやるってことなんですけども、工場を建てるってことは多分売れる先があると思うんですよね。売る先があると思う、はい、このあたり想定とかありますか？そうですね、やはりですね、弊社の製品はこれまでの長い市場実績といったところと、あとは高信頼性といったところがありますので、よく使われているのが AI サーバー、サーバーですね、そういったところとか、あとは、車載系、絶対に壊れてほしくないような、そういったところに売っていきたいというふうに考えております。なるほどな。ありがとうございます。こちらの右の方で液浸冷却っていうのがあるんですけど、こちらご説明お願いします。こちらはですね、瓶の中に液が入ってて、コンデンサの基板ごと付けられているものなんですけども、サーバーとかで
電力の高出力化っていう風になってきますと、これまでファンで冷やしてたんですけども、ファンで冷やすだけでは非常に足りなくなってきたといったところで、もう基板ごと冷やしてしまいましょうっていうことで、こういうような液芯冷却というのが出てきております。こういうふうなものを使うことによりまして、例えば電力量ですね、冷却に使う電力量が約半分になるというふうに言われておりますので、こういったところから弊社の方で環境に対する取り組みを行えたらなというふうに思っております。ちなみにこの液芯に対応する時の、鍵になるポイントっていうのはこれは何なんですか？コンデンサの外装材というのはアルミ管ですね。そこに風刺材というゴムが使われております。ゴムのところなんですけども、中の電解気が蒸散しないようにというふうにする役割とともに、外部の不純物が内部に入らないようにするという、そういうような役割も持っております。ですので、この液の中に入れてしまうと、その風向ゴムのところが、今レントゲン写真赤丸で書いてるんですけども、そのような形でちょっとポコッと膨らんでしまうんですね。グミのような形になってしまいますと。そうなってしまうと、中に冷却液が入ってしまってコンデンサが故障してしまいます。そういったものを防ぐために弊社の方では一貫して風向ゴムも開発しておりますので、いち早く市場にこういったものを取り入れることができています。なるほど。風向ゴムが鍵だと。ちょっと次のこのスライドなんですけど、これはどういったものですか？そうですね、これは左側が所要電力で、右側が GPU というふうに書いてはいるんですけども、AI サーバーの電源の回路図の簡易的なものになっております。左側のところで基板自立タイプという、結構大きなタイプなんですけども使用できますし、あと真ん中のところで先ほどお話ししたハイブリッドで、右側のところで導電性高分子ということで、弊社の方では様々なサイズ、電圧を取り扱っておりますので、こういうところ全てで電解コンデンサをご提案できると書かせていただいております。なるほど。一つの AI サーバーの中でもこんなに電解コンデンサー使い分けというか、種類が使えるわけなんですけども、左にあるところは電圧の高いところだとアルミ電解コンデンサー、右のところだとハイブリッドとか導電性がよく使うかなっていうところですよね。そうした時にその使い分けとか、ケミコンさん的にはどういうふうに使い分けてますか？やはりですね、もうとにかく容量が必要で、サーバーとかってやっぱり瞬停ですね、少しの時間電力を保持しないといけないっていう、とにかく高容量が必要なところはこういう大型タイプのアルミ電解を採用しております。右側の方、低電圧の方に行きますと、非常に高周波の出力の電力が求められますので、抵抗の非常に低い導電性ハイブリッドコンデンサが、提供しております。ちなみにハイブリッドと導電性ですと、これはい、体圧とかこのあたりで見るとどういうふうに？そうですね、導電性の製品だと、だいたい16ボルトくらいまでしかなかなか上げれなかったりするんですけども、このハイブリッドタイプだと100ボルトくらいまでですね、上げることができます。真ん中の電圧がだいたい48ボルトだったり、その辺までのラインの電圧になってますんで、そういったところにはハイブリッドコンデンサお勧めしております。なるほど。そういった使い分けがあるということですね。次のスライドでこちらのご説明お願いできますか？アルミ電解コンデンサは、右上のところに合成容量の計算式というふうに書いてますけども、陽極白と陰極白があって、その和分の積で表せられます。陰極白の容量がすごく大きければ、基本的には製品容量2割イコール陽極白の容量となってきます。弊社の方ではですね、左上の方に記載してますけども、独自の技術で高容量の白を開発しておりますので、こういったものを使うことで高容量化、小型化に貢献しております。ちなみに左側に確保と現行って書いてますけども、一見さん、この写真の違いって分かりますか？これはそうですね、左の方、これはあれですね、電解コンデンサーの陽極白。そうですね、はい、真ん中の黒い部分が過去のものだと結構ガタガタしてるんですけど、現行のものだともう一直線になってるかなとか、そのあたりですかね。その通りになります。真ん中の部分が黒いのは、これはアルミの部分になります。この部分がですね、どんどんアルミを掘っていくんですけども、掘りすぎると真ん中の部分がなくなって箔の強度が落ちてしまいます。でまたそのガタガタになってしまうと、それでもやっぱり箔の強度が落ちてしまって、高容量の箔がせっかくできても製品化できないっていう問題があります。そので弊社の技術を使いまして、ここをきれいに残した状態で高容量化を実現する
こういったところを今目指してどんどん開発しているところになります。あれですよね、陽極箔の製造とかそのあたりが割とコア技術ってことなんですよね。そうですけども、左下のところに陰極箔があります。こちらを弊社の方で独自に今作った、陰極箔になるんですけども、とにかく薄くてすごく高容量な陰極というのもあります。そういうのを使うと陽極箔をたくさん収納できますので、それで小型化というのも実現しております。陰極箔の容量をめちゃくちゃでかくしとけばもう陽極箔の静電容量で決まると。ありがとうございます。はい。ちなみに今の話と関連するかなと思うんですけど、この右下はこれはどういったものですか？1980年製のコンデンサー、このサイズ書いてあって、右側が最近の製品になっております。コンデンサーの体積、10分の1っていうふうに記載しております。ちょっとここのサイズじゃないんですけども、今日ちょっと持ってきました。これぐらいのコンデンサのサイズが、左側、1980年製というふうにしますと、今、このサイズの同じ定格をこのサイズで、行うことができます。こういった小型化のところを、どんどん技術の開発によって進めているところになります。機器に入れる時もやっぱ小さい方が嬉しいですよね、これも。ね、そうですね。これがたくさんついてたら困ると思いますんで、どんどん小型化していきたいと思います。そろそろですね、クロージングしたいと思うんですけども、最後このスライドを簡単に最後説明お願いできますか？はい。先ほどお話ししましたけども、ハイブリッドの工場を建てましたんで、どんどん売っていきたいのがハイブリッドコンデンサー。で、今後注力したいのは AI 向けのこういう KHU というシリーズになります。いろいろ他にも使ってますんで、ぜひご検討をお願いします。ありがとうございます。ですね、今回各社さんですね、最後に質問することを一つ決まっていまして、ケミコンさんにもお聞きしたいんですけども、自社製品の一番の特徴は何ですかという質問です。弊社では材料だったり設備、そういったものを社内で一貫生産しておりますので、そういったものをですね、いち早く市場の方にお届けすることができるかと思います。そうすることで電源の小型化だったり高出力化が実現しまして、環境に対応した製品も作ることができると思います。そういったような形で環境と人に優しい技術への貢献を今後もしていきたいと思っておりますので、日本ケミコン今後ともよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。というわけでですね、電解コンデンサ対談の1社目、日本ケミコンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでですね、これから電解コンデンサ対談の2社目ですね、ルビコンさんをお招きして対談していきたいと思っております。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ルビコン株式会社の向山と申します。技術本部電解設計部ですね。こちらに所属しております。本日よろしくお願いします。お願いします。本日の内容なんですが、弊社の紹介と、それからユニークな点ということで、ルビコントライアングルと、弊社のシステムですね、会社のシステムについて説明して、あとは注目していく、今後、ルビコンでいきたい製品ですね、目玉の製品というのを説明していきたいと思います。まず弊社ですね、ルビコン株式会社、伊那市にございます。アルミ電解コンデンサーですね、をメインでやってまして、だいたい年間600億から700億の売上と。で、そのうち 80% がアルミ電解コンデンサーです。ちょっとこちらにはないんですが、弊社のカスタム電源の方も作っておりまして、そちらの方、泡と、フィルムコンデンサー、それから PM キャップ、ちょっと右の方に高分子、コンデンサーがあるんですが、そちらを合わせてですね、そちらのまで 20% ぐらい売り上げあるという形になっております。主な市場としては、車載関係ですね、23%、電源関係で 30%、コンシューマー 15%、産業機器が 20% というような、現在、販売構成になっております。これを見てると基本的には電解コンデンサーをメインで扱われている、そういった認識で、はい、ありがとうございます。ではですね、次のルビコントライアングルと、ちょっと弊社の特徴について説明する図ね、あるんですが、弊社長野県伊那市のですね、本社ありまして、そちらで製品開発とか新製品、新しいものとかですね、研究開発しております。で、もう一つですね、車で10分のところにですね、新栄蓄電気博と申しまして、弊社とジェシーさんという会社の合弁の会社がございます。それからまた10分ですね、車離れたところにですね、製造設備を外販もしている会社がございます。この外販するまでする、製造設備会社を持っているというのは、一つの大きな特徴だと考えております。自社で装置も作れてしまうから、多分製品へのフィードバックとか、その製造のフィードバックとか結構早いんですかね。そうですね。先ほど日本ケミコンさんの方で説明ありました通り、陽極箔ってもうどんどん高倍率化して脆くなってきます。で、そうした時にですね、やはりそれをきれいに巻き取るっていうのは結構難しい技術でして、そちらのところですね、自社でどんどん開発しているということで、そういったところですね、非常に小型化っていうところで昔から弊社ですね、シェアの多いというのが特徴になっております。小型化でいうと、このスライド
ドの右の方になんかストロボ用カメラフラッシュとかいろいろ使われているところがあるんですね。そうですね。こちらの弊社の歴史になるんですが、昔使い捨てカメラってことで、そちらはですね、80% ぐらいですね、弊社が収めたということがあります。あとですね、弊社の特徴としてですね、水系コンデンサー、世界で初めて弊社が開発したものでして、これ今ではですね、だいたいフライバック電源の虹側ですね、そちらリップル電流が大きい平滑コンなんで、そちらですね、弊社の ZL なんとかシリーズってあります。今、最新が ZLR シリーズなんですが、そういった水系のコンデンサーですね、最も老舗、信頼性が高い製品を出しているというふうに考えております。で次ですね、ハイブリッドタイプのアルミ電解コンデンサーについて説明していきたいと思います。弊社のですね、ハイブリッドタイプアルミ電解コンデンサーなんですが、これ、電解液ではなくですね、機能性液体、高分子の液体を使っているというものになります。そこが違いになっております。電解液を使いますと、風刺剤からですね、ドライアップと言いまして、少しずつ溶媒が抜けていってしまうんですが、低分子のものほど早く抜けると。で、こちら高分子のものですので、なかなか抜けないということで、非常に長寿命、高耐熱性となっています。で、こちら、実験の例なんですが、14アンペアですね、このようにヒートシンクかませて入れてるんですが、ヒートシンク頭に乗せて PCB に実装してと。ここに14アンペアですね。14アンペアを流して4000時間いってオープンで死ぬと。で、ここまでの耐熱性っていうのはなかなか電解コンのレベルで考えられないんで、こういったことが実現可能だというものになります。で、こちらもに車載関係ですね、今使っていただいているというものになります。機能性の液体っていうのがやっぱ鍵になるんですかね。そうですね。電解コンデンサーメーカーさんってなんか電気系の人からすると部品メーカーさんなんですけど、実は化学系の多いですね。はい。非常に多いんで、化学に強いのかなっていうのが、そうですね。はい、ますね。で次にですね、電解コンではないんですが、PML キャップという分についてちょっと説明していきたいと思います。こちらですね、フィルムコンデンサーの一種ではあるんですが、プラスチックフィルムをですね、蒸着工程で作ってしまうと、通常フィルムコンのフィルムっていうのは熱をかけて引き伸ばしてっていうことで、現在2ミクロンぐらいがミニマムの、フィルムっていうのを作ってるんですが、こちらですね、この真空のチャンバー内で、蒸着、それは液体のモノマーをですね、プラスチックのものを蒸着して、続いて電線を当てて硬化させてプラスチックにし、パターニングして金属アルミを蒸着するということをバームクーヘン作るんですね。大きなドラムを回転させて連続的に作っていくという製法で素子を作るというのになります。フィルムキャパシターみたいなそんな特性的にはフィルムキャパシターに近いですね。はい。ちなみにこの PML キャップどういった特徴というかどういったところで使われるものなんですか。ですね、今こっち写真ありますようにこのチップタイプ SMD タイプを量産して17年になって約4億個を生産しているんですが、音響関係ビジュアル系ですね、フィルターローパスフィルターのところに使われております。で、非常にフィルター性能いいということ、音がサウンドのクオリティが上がるということで、現在高級アンプですとか大体 PML キャップが入っていると。なんかネットとかで見てもPLM キャップの名前たまにたまにというか見ることがあります、高級オーディオとかで。この前のスライドで話していた自社でその製造装置とかも作ってる、開発してるっていうふうに、多分そういったところから PLM キャップの製造装置なんかも応用ができるとか、そういうイメージですか。そうですね、ちょっとこの蒸着のところはかなり特殊な技術なので、そういうスペシャルなメーカーさんいるんですが、後工程とかですねは全て自社で、やっていく形になるかと思います。あとちょっと左上右上ですかあります、NASA のインサイトですね、地震計にこれ乗りまして、過震っていうさ、地震じゃなくて火星なんで過震になるんですけど、ちゃんと過震を検知したということで表彰されております。でちょっとこのコンデンサーの簡単な紹介なんですが、左側ですね、このプラスチック材熱硬化性樹脂ということで融点がないと溶けない。で通常一般のフィルムって融点があって温度をかけると柔らかくなって伸ばすことができるって形なんですが、非常に耐熱性高いプラスチックです。ですので PM キャップ左側ですと125度マックスで上昇温度40度まで OK ですよと。一般的なフィルムですと100度で30度アップまでという形になりまして、この面で非常に耐熱性が高いという性能があります。耐熱性が非常に高い、しかも、これ静電容量もかなり大きくできる。そうですね、通常のポリプロピレンですと比喩電率が 2.0 ぐらいなんですが、こちら 3.0 から 3.2 とか、そのぐらいの比喩電率を持っているので、喩電率だけで約 40% ぐらいですかね、 33% 小型ができるという形になります。なんかこの右の図なんか見てみると、これはどういったものなんですかね。ですね、PML その作り方でサブミクロンの厚さのプラスチックスを作ることができるので、これをですね利用して内部で、これ左側内部5直列なんですね。コンマ4ミクロン 5×5 なんで2ミクロンで、右側も2ミクロンなんで同じ耐圧になってます。大体同じ静電容量になるんですが、これ右は通常のフィルムですよね。そうですね、ここにですね見ていただくと分かるように金属の電極層が5個入るということは、抵抗値が5分の1になって熱伝導が大体試算で言うと2倍ぐらいになるっていう、右と左の構造ですね。
差が出るというところで、現在高圧の方ですね、この PML キャップをちょっとこちらお持ちしたんですが、これ 500V の10マイクロなんですが、こういった高圧のものを作ってパワーエレの方にですね市場拡大していきたいというふうに考えているところでございます。なるほど。この前のスライドだとオーディオ系とかってあったんで、割と電圧が低いところしか使えないかなっていうふうに思ったんですけど、電圧を高くもできると。そうですね。でちょっとこちらこれ電動コンプレッサーの平滑コン、紫水色の部分が平滑コンデンサーになってるんですが、これ大体10アンペアぐらいリップル電流必要なんですが、これも同じぐらいのリップル電流10アンペアになるんで、こういったものをですね、車載関係でこういったものにちょっと置き換えることを今後やっていきたいというところで今製品開発しております。インバーターとかでも分解すると中にでっかい弁当箱みたいなフィルムキャパシターが入ってるじゃないですか、あれを PML キャップに置き換えるとかなり小型化ができるってことですかね。はい、単純に比喩電率だけで 30% になりますし、そこへこういった直並列化技術と入れてきますと、大体そうですね 40% ぐらい小型化で、さらに電圧がですね、ちょっとこれ下にあるんですけど、500V 以下ですとフィルムコンですと2ミクロンという厚さが限界あるんですが、そこをくぐることができますので、400V 以下のところですねなりますと4分の1とかですね大きさになるという形になります。これ非常に面白いなと思ってまして、電圧低いところだとちょっと失礼かもしれない、作るのはそんな難しくない、電圧を高くしていくとやっぱどんどん難しくなっていくかなと思ってます、そうした時になんか難しかった点というか、なんかこれからの課題みたいなとかありますかね。このプラスチック材自体がですねアクリルの樹脂でして水を吸いやすいというところで耐湿性に問題があります。その部分をですね今自社でですねモノマーとかそういったものを開発しつつより耐湿性を上げていくというのが喫緊の課題になっています。でも車載系で使うと湿気とかってどうなんですか。やっぱかなり気にするところなんですかね。そうですね通常のポリプロピレン弊社もフィルムコンデンサー作ってるんですが、それと同じパッケージだとちょっとやはり差が出てきちゃうなっていうのは実際のところでして、そこのブレイクスルーっていうのは一つ課題になってます、今後かなり期待できるキャパシタかなと思ってます、パッケージを含めてなので、SIC とですねもうインテグレーションする際に素子で供給することもできますので、今後そういったアクティビティもですね会社の中でやっているというところになります。はい、ありがとうございます。そろそろですね時間近づいてきましたので、最後質問に移りたいんですけども、自社製品のですね一番の特徴は何ですかというものです。電解コンデンサーに関してはやはり自社にですねその製造設備をマーケットリとかでそういった技術があるというところで、小型化技術というのは非常に業界でも際立ってないかなというふうに思います。目玉商品としましてはやはりポリマーハイブリッドのこの耐熱性高い電解コンデンサーですね。それから今後未来の見据えた PML キャップというのを今後ですね柱に育てていきたいというところが弊社の状況でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで電解コンデンサー対談の2社目はルビコンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでですね、電解コンデンサー対談の3社目に行きたいと思います。3社目は AIC テック株式会社です。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。AIC テックさんとはですね、これまで実は何回も仕事をしてきておりまして、一番初めの仕事がですね、この左下の方の画像が私が電解コンデンサーを持っているものなんですけども、栃木県の真岡市にあるですね工場見学をしてきました。そこでですね実際に電解コンデンサーを巻いて電解液をですね含浸させたとか、非常にですね面白い動画となっておりまして、また勉強にもなりますので YouTube で公開してます。ぜひこちら見てください。というわけでですね早速始めていきたいと思います。ではまずこちらのスライドの説明お願いします。はい、弊社は、創業5年目の新しい会社でありまして、まだよく知られていない方もいるかと思いますが、それ以前に関しましては、日立グループの一員といたしまして、前身は、日立 AIC、その前は日立コンデンサーということで、長年にわたってコンデンサーの開発および生産の方を対応しておりました。また日立製作所からの、アルミ電解コンデンサーの研究開始が始まってから80年もの月日が経っておりまして、その間に培ってきました、技術や経験、そういったものが、蓄えられておりますので、技術力に関しましては、我々は自信を持っているという会社でございます。
ありがとうございます。製品のポートフォリオを見てみると、はい電解コンデンサーが左の2つ。基本的には電解コンデンサーをメインでやられてる会社さんっていう認識そうですね、よろしはい、当社はモータースターティング用や、カメラのストロボ用、そういったコンデンサーを中心に生産していたんですけど、効率化の要求とともに、インバーター化が普及されまして、それに伴って DC リンク用という形で、真ん中の基板自立型やアルミ電解コンデンサー、こちらが現在の主力製品となっております。この画像とか見てると結構大型な電解コンデンサーを扱ってるそうですね、はい、大型の製品を非常に得意としておりまして、そういった3機用途向けによく使われているという形になります。もうちょっと具体的に言うとどういったところで使う？そうですね、こちらにも書いておりますように、風力とか太陽光などの、環境分野であったりとか、あとは汎用インバーターと電源、そういったところを中心に使われております。あと右の方の見てもカワエル用のフィルムコンデンサーっていうのがあるんですけど、これはどういったものですか？そうです。DC リンク用の、コンデンサーに対しまして、もともとアルミ電解コンデンサーを提供していたんですけど、メンテフリーなどの長寿命化とか、あとは1000ボルトを超える、高耐圧化、そういったご要望が増えてきたという背景がございまして、我々もともと電力用のフィルムコンデンサー生産していたんですけど、その技術を一部応用した形で、パワーエル用のフィルムコンデンサーを開発したという流れになります。次のスライドなんですけども、こちらご説明お願いします。はい。コンデンサーに対しまして、高リップル化と小型化、こちらの2つの性能アップというものは、非常に強い要求となっております。そのため、弊社におきましては、まず、この2つを中心に開発の方を進めております。高リップル化につきましてなんですけど、内部の抵抗を下げまして、コンデンサーの発熱を抑制するという形をとって高リップル化をつなげるというのが一般的な手法になるという形になるんですが、弊社では放熱性を高めまして、高放熱構造を使うことによって製品化を実現しているという形であります。小型化の方につきましては、コンデンサーの静電容量は内部の陽極白の表面積に応じまして、それに比例で増加するという形ですので、限られたスペースの中で陽極白を、表面積を拡大するような形でやっていくのが一つのキーになっていくわけなんですが、弊社ではその技術プラスアルファという形で陽極白を、収納を高めるマルチアノード技術という形、この2点について対応して小型化につなげていっているという形になります。ちょっと左の方から見ていきますかね。高リプルの方。図を見てみると、電解コンデンサーのケースがあって、底の部分っていうんですかね。アルミケースのはい底の部分に陽極白を押し付けるってことなんですか？陰極これは白。陰極白。はい。陰極白を押し付けることによりまして、コンデンサーにリップルをかけたときに、ホットスポットというところ、コンデンサーの中心部になるんですが、この部分が一番熱くなりますので、その熱を外部に逃がすために、陰極白を経由してアルミケースを伝って外部に放熱することによりまして、放熱性が高まるという形になっております。アルミケースの方に押し付けて、そこから熱を逃がしていくってことなんですけども、そうするとさらに電解コンデンサから逃がす先をどうするかっていうのが結構難しい問題かなと思ってます。そうですね。従来の構造ですと、このコンデンサの天面部の方にですね、弁がございまして、でこの弁があることによりまして内部のガスが溜まった時にガスの放出を妨げることがないようにここに空間を設けてほしいというふうにお願いさせていただいているんですが、このタイプのものにつきましては、フラットにしております。でそれによりまして、直接ヒートシンクと接触することができるようになりますので、コンデンサー単体でリップルを上げることもできますが、ヒートシンクを使ってより放熱性を高めるということも可能になります。なるほど。ガスが逃げる先っていうのはあれですよね、下の画像にあるような。そうですね。このタイプは、その弁の位置を天面部ではなくて側面部に配置するという形にしております。側面にあるもの、横弁構造って言うんでしたっけ、これは。そうで、はい、そうです。話聞いた限りだとあんま日本だとなんか流行ってないというかそうですね。海外の方ではよく使われるようになってきてはいるんですけど、やはり弁が作動した時に横にガスを噴出するというと他の部品に当たるということもあって、なかなか使いにくいというふうなことを、おっしゃっていただいてます。なるほど。海外ではそこそこ受け入れられてるかなというところなんですね。はい、そうです。日本の会社さんにもですね、ぜひ売り込んでいってもらいはい、たいなとぜひ、
お使いいただきたいというふうに思っております。でちょっとこの右のですね、マルチアノード技術っていうのを見ていきたいんですけども、はい。これは陽極箔を2枚重ねてるっていうものなんですかね。そうですね。2枚重ねることによりまして、真ん中にアルミの芯が残っておりますので、重なり合った面の、箔の面、電荷が移動しませんので、単純に分厚い箔が1枚になるといった構造になるんですが、このダブルアノード構造のに使用しております、箔につきましては、貫通孔を持った箔、要は穴が開いてるんですが、そういった箔を使って電荷を移動させるという形にしております。ちょっと今回、箔を持ってきておりますので、一度、本当ですか。はい、シミュレーションしたいと思います。わかりました。ありがとう。じゃあちょっとお願いします。今手元にですね、灰色のシートがあるんですけど、それが陽極箔ですかね。こちらが従来の非貫通の箔の方になります。はい、そちらが非貫通の箔だと。で、こちらに、マジックでちょっとサインをしてみます。今赤色のマジックで文字を書いていますね。このように AIC と書きました。で、はいこれを非貫通の箔ですと、インクが浸透しないという形になります。貫通の箔をちょっとサインしてみます。今貫通の方の箔にですね、同じく文字を書いています。貫通っていうことなので、ちょっとどうなるのかってことですよね。こちらに、貫通箔に書いたんですけど、ちょっと貫通しきってないんですけど、こういう形で一応、はいはい貫通しているということを確認することができるそうですね。と思います。ほんのり浮かんできてますね。こういうふうに貫通して、電荷が移動するということで、ありがとうございます。でこれが、貫通じゃない方ですね。でこちらが貫通箔。貫通してると強度的に結構心配になるんじゃないかなっていうふうなのが。そうですね。やはり穴が貫通しておりますので、その箔自体が非常に脆くなっております。ちょっと折っていただくと分かると思うんですがこ、んな感じで、これは、貫通箔の方ですね。はい、こんな感じでポロポロっていうふうに割れてしまいましたね。非貫通の方もはい同じように触っていただける。非貫通の方はこんな感じで、折れはするんですけど、そのアルミの何でしょう、しなやかさみたいな金属特有のその芯が残っております芯がので残ってますね強度が強く感じると思います。これやっぱ脆い箔を巻くのって結構難しいと思うんですけども、そのあたりそうです結構チャレンジングなところですよね。そうですね。その巻き取りの制御ですね。巻く時のスピードであったりとか、テンションであったりとか、使用している箔に応じた形の設定というものが必要になってきておりますので、そういう条件出しが非常に、ポイントになってくると思っております。じゃあそのあたりもしっかりとクリアされてると。そうです。はい、そうです。はい、ありがとうございます。最後こちらのスライドをお願いできますか。ブースを出展されてるってことなんですかね。そうです。はい。弊社では、アルミ電解コンデンサーのすべてについてまとめたガイドブックの方を今年作成しました。今回出展そちらでさせていただいているんですけれど、すぐ近くです。簡単なアンケートを書いていただきまして、無料で申請させていただいております。ぜひこの後お立ち寄りいただければと思います。このハンドブックですね、実は私ももらったんですけども、教科書に書いてないような、でも現場では結構当たり前みたいな、そういった知識が結構ですね、充実して書かれてますので、皆さんぜひこちらですね、この後ブースの方行っていただいて、ハンドブックゲットしていただければと思います。で、そうそうですね、時間近づいてきましたので、最後の質問に移っていきたいんですけども、自社製品の一番の特徴は何ですかという質問です。お願いします。当社はインパクトのある製品、こういったものを開発しているというのがある意味特徴だと思っております。先ほども説明させていただきましたように、横弁品であったりとか、貫通箔を用いた製品の、超小型化品、あとこちらに出しております120倍、業界で最も大きい製品になります。こういったものを開発して、上司しております。はい。ありがとうございました。というわけで3社目 AIC テックさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは電解コンデンサー対談のですね4社目、日コン株式会社さんですね。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず最初こちらのスライドをお願いします。はい。まず簡単にですね、会社紹介させていただきたいと思います。私ども、日コン株式会社京都の会社に
なります。設立は1950年で、今年で創業75年になります。事業としましては、こちらに書かせていただいているように、コンデンサ事業とネクスト事業、この2つを展開しております。コンデンサ事業については、アルミ電解コンデンサーをメインとしまして、各種コンデンサーを取り扱っております。また、ネクスト事業としては、蓄電システムのような商品の、開発、生産、販売を行っております。また、生産体制ですね。アルミ電解コンデンサについては、主要材料であります電極箔の、生産、加工、それから製品のアッセンブリ、製造、販売といった形で一貫生産を行っておりまして、こちらに強みを持っております。また、右下の方では、重点市場としまして、こういった分野にですね、我々注力しまして、製品やサービス、そういったものを展開しております。日コンさんのウェブページ見てみると、実は電解コンデンサーだけじゃなくて一般消費者向けでいいんですか？そうですね、はい、B2B じゃなくて B2C のこともやられているのが特徴かなと思ったんですけども、はい、やっぱりそれはあれですか、自社の製品をうまく使って新しいビジネスをしていく、そういったものなんですかね。そうですね、我々、75年ずっと、コンデンサー作っておりまして、コンデンサーはメインのお客さんは企業さんですとか、セットメーカーさんになるんですけど、過去の、東日本大震災の時ですね、非常にエネルギー需要も高まりまして、で我々もともと回路事業も持ってまして、そのノウハウを生かしてエネルギー需要に応えるべくですね、蓄電システムのようなそういった商品を事業化したという背景がございます。はい、ありがとうございます。ではこちらのスライドなんですけど、こちらご説明お願いします。はい、ですね、成長市場に対するアルミ電解コンデンサの機種展開という形で、当社の持っておりますアルミ電解のラインナップ上段に示させていただいております。左からハイブリッドコンデンサー、固体電解コンデンサー、またアルミ電解コンデンサーについてはですね、基板に表面実装するような小さいチップ型、またスルーホールに挿してご使用いただくようなリード線型ですとか、基板自立型、非常に幅広くラインナップ取り揃えております。日コンさん、いろいろ電解コンデンサーいろいろ種類があって、アプリケーションもあると、はい、どういったアプリケーションに注力しているんですかね？そうですね、今ここに挙げさせていただいているさまざまなアプリケーションありまして、それぞれ使うにあたって求められる特徴というものが変わってきます。入力の電圧帯に応じて、それぞれ低電圧から高電圧のタイプご要求いただきますので、それに対して、我々ラインナップを幅広く取り揃えまして対応しているといった形になります。ちなみに一番強いジャンルっていうのはどれに当たるんですか？そうですね、やはりアルミ電解コンデンサは当社長年やってきておりますので、シェアも大きく強みを持っております。ただ今ですね、こちらの左にありますようなハイブリッドですとか固体電解コンデンサー、こういったものが今非常に市場でも求められる分野になってきておりまして、我々も設備投資をしましてこちらに注力してきております。ちょっとまた後ほど詳しく説明させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ではこちらのスライドお願いします。こちらにですね、今現在、主要な成長アプリケーションとそれに対するコンデンサの要求というところをちょっと簡単にまとめさせていただいております。成長市場についてはですね、当社、そこにフォーカスしまして戦略的に事業基盤を強化拡充してきております。中でもですね、今回挙げさせていただいているのが自動車と情報通信機器になりますね。やはり今、電気自動車、あと自動運転に変わってきておりまして、非常に電装化が進んできております。それに合わせましてコンデンサに対しても、求められる要求というものが強くなってきております。やはり非常に機能が多種多様になってきておりますので、大出力化大パワー化というところがセットとしての動向かなと思っております。それに対してコンデンサはですね、やはり高容量高リプル、あとは従来からあります小型化、そういった要求が強くなってきているかなと思っております。車載のところで要求される、はい、その要件っていうのはどういったものなんですかね？やはりその大電力を扱うというところで、容量は当然ですけどもリプル電流、そういったところも求められまして、先ほどAIC さんですとか説明あったように発熱しますので、その発熱に耐えられるコンデンサーというところが、求められてきております。
AI の方ですと、これもやはり同じく、そうですね、まやはり今、生成 AI っていうところが非常に分野として活況でして、非常に膨大なデータを高速処理するというところで、こちらも大出力化になってきてます。一番右上に書かせていただいたように、もう市場の動向としまして、すべて大出力、高出力化というところになってきておるので、コンデンサーに対してもそれに対応するような商品、ラインナップしております。こちらのスライドなんですけども、これはどういったものになってますか？はい、まずですね、導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ、ポリマーコンデンサですね、ちょっと紹介させていただきたいなと思います。もうすでに先ほど各社さん説明されてたので簡単になんですけど、通常のアルミ電解コンデンサは、陽極膜と陰極膜、その間に電解子を介在させまして、くるくるっと巻いたような形状になります。この間にですね、アルミ電解コンデンサは電解液、電気を流すことのできる液体ですね、含浸させまして初めて大きな容量を得られるといった構造になっています。この電解質部分、従来までですと電解液だったものを、導電性高分子、電気の流すことのできる固体ですね、そちらに置き換えたものがポリマーコンデンサーになります。こちらちょっと当社で使っております導電性高分子、P ドットという呼ばれるものを使っているんですけど、電解液はイオン電導になるんですけど、P ドット固体ですので電子電導になりまして、導電率としてはおよそ1万倍の非常に低比抵抗なものになります。これによってですね、コンデンサーにした時、ポリマーコンデンサーも非常に良好な特性を得られるコンデンサーになります。この P ドットと、あと独自の添加剤っていうのがポリマーコンデンサーの特徴を生かせる鍵になってる部分なんですかね。そうですね、やはりここは各社のノウハウになるかと思うんですけど、我々独自の添加剤組み合わせまして、より長期的に安定したポリマーというものを目指しまして、高信頼のコンデンサーを実現しているといった形になります。なるほどなるほど。この右のところはこれはどういったものですかね？こちらですね、当社のポリマーコンデンサーの定格電圧範囲を、業界の中でのマッピングをさせていただいた表になります。ハイブリッドも含めてなんですけど、各温度帯寿命時間に対して当社の持ってます定格電圧の範囲を示させていただいております。これ見ていただくと分かるように、業界にはないような、非常に高い電圧帯ですね、そこのポリマーコンデンサー当社ラインナップしているところが特徴かなと思います。一番高いものですと125ボルト頻で、125度135度の高温度の領域に対しても63ボルト80ボルトといった業界オンリーワンの高耐圧品をラインナップしておりますので、先ほどあったように高出力化というところで電圧高いところ、コンデンサーを求められますので、そういったところにぜひ当社のコンデンサーご検討いただけたらなと思います。この電圧の高い高分子のコンデンサーって何でしょう、他社さんがやらないのは、これは作るのが難しいとかそういった理由からなんですかね？そうですね、やはりポリマーコンデンサーの主戦場となると、2.5 ボルトから 6.3 ボルトの低電圧のところっていうのは従来そういったところで非常に使われてるんですけども、先ほどあったようにやはり高出力化になってどんどん要求が耐圧高い分野にシフトしてきております。そういったところで高い電圧帯でも液タイプじゃないコンデンサーを使いたいよというご要求に応えるために、我々ラインナップを拡充してきたといった背景があります。このくらい電圧が高くなってくるとやっぱハイブリッドとも競合とかしてきたりするもんですか？そうですね、はい、やはりそこはお客さんの使われ方ですとかコスト面特性面そういった両面選んでいただいてご使用いただいているといった形になりますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。右下のこちらはどういったものですかね？そうですね、こちらの左下でも書かせていただいたんですけど、ポリマーコンデンサーの一つの特徴としては、ライフ特性、非常に長期的に特性が安定しているというところがございます。やはり基本寿命がもともと長いというところと寿命の考え方がちょっと違うよというところで、一例として実使用温度で使った場合の推定寿命時間を示させていただいてますけど、アルミ電解コンデンサーハイブリッドコンデンサーに比べて、ポリマーコンデンサーは非常に長い時間の寿命を担保できるというところで、そういった長寿命のご要求の際にはですね、最適なアイテムかなと思っております。そもそも液体が入ってないからその分ドライアップしにくいとか、そういったアルミ電解コンデンサーやはりドライアップして蒸散して特性劣化というものがありますが、固体ですのでそういったところにメリットがあるかなと思います。最後こちらのスライドですか。こちらはどういったものですかね？もう一つの品種ですね、こちらも各社さん説明あったと思うんですけど、当社としてもやはり今市場に盛況でありますハイブリッドコンデンサー、こちらの紹介
をさせていただきたいと思います。ハイブリッドコンデンサーはですね、液タイプのアルミ電解、固体タイプのポリマー、両方をハイブリッドですね、液も導電性高分子も使うタイプのコンデンサーになります。こうすることによってですね、アルミ電解コンデンサーの容量が高いですとか漏れ電流が低いといったいい特性、またポリマーコンデンサーの ESR が低い、リプ電流が高いといった良い特性、それを両方併せ持つことができまして、非常に今要求が強くなってきている品種になります。特性面もアルミ電解に比べて非常に優位というところがあります。ちなみにハイブリッドと固体の使い分けみたいなのって西コンさん的にはどう考えてますか？そうですね、やはりどちらも要求がありますので、我々としては両方お声いただいた時には提供できるようにラインナップを拡充してきております。でまた両方扱っているというところで、それぞれいい面取り込んだりですとか、技術ノウハウを共有していい製品というところを開発生産を行っております。わかりました。ありがとうございます。じゃあそろそろですね、時間も近づいてきたので、最後の質問に移りたいと思うんですけども、自社製品のですね、一番の特徴は何ですかという質問です。先ほどの繰り返しになるんですけど、ポリマーコンデンサーについてですね、他社さんにはないような高体圧のコンデンサーを持っているというところが強み。あとは先ほどのハイブリッドコンデンサーでですね、業界の最高のスペック今ラインナップしておりまして、さらに高リプル高容量の要求に応えるために開発を行ってきているというところが特徴になるかと思います。わかりました。ありがとうございます。というわけでですね、電解コンデンサー対談、最後4社目は日コンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと私の方からですね、最後まとめに入りたいと思うんですけども、全体的なそのトレンドとしてはやっぱり車載 AI の用途に使われることが多いかなというところですね。であとはコンデンサに要求されるものとしてはやっぱり大容量で高リプル、そのあたりがトレンドというか、やっぱり皆さんですね注力して開発してる、そして製品を出していってるのかなといった、そういった印象を持ちました。というわけでですね、こちらの電解コンデンサー対談、終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。